続きです。なんだこれ。またアンドレアスが本の中に入っている。この本の美しさは本当にその馬鹿げた内容を裏切っている。大修道院が一冊所有していることの驚きだよ。地味な団がなんか言ってるな。持っていないわ。ルガーノのアマデア・ルスコのものよ。非常に価値のあるベネチア版だわ。5年前に貸してくれたのよ。その後、亡くなって、大修道院長に3通の手紙が届いたの。亡くなってってどういうことだ？貸してくれて、その後亡くなってって。確か修道士たちが読んでいるのを見たけど、ベネディクト修道院の修道士には適切な読み物ではないかも。赤ん坊は海賊に売られ、使用人として育てられ、そして王女を口説き、トーナメントで戦う冒険の生活を送っているのよ。まあなんで確かに、修道士が読むべき内容としては好ましくないのかもしれない。一番いいとこは抜けてる。最終的には、ゲリンは彼が公爵の息子である王室の血を持っていることを知るんでしょ。彼は王として君臨し、敬虔な飲酒士として死ぬ。愛せない理由は？ベネディクト修道院は、欲望のままに冒険するのではなく、私たちの首都の和解を夢見るべきなのよ。何か不都合でも？それが正しいと思う。私のようなならぜ者はね。こっちにしておこう。物語を読んだことで誰かを叱責するのは私の役目ではないわ。とりわけあなた、アンドレアス。それでも警戒しないと。幻想は誘惑につながる。誘惑は多くの男性、そして女性の没落をもたらしたのよ。そういう場合もあるね。でもこういう本は、全部同じような幻想的なものばかりじゃないか。死ぬことは生まれるよりもいいこと。その何が問題なのか。農民が王になる夢を抱えたっていいではないか。ユダヤ人もギリシャ人も、奴隷も自由人も、男性も女性もない。あなた方は皆、イエス・キリストと共にある。私たちはキリストと一つかもしれないけど、この世界では平等ではない。アンドレアス、あなたが心配すべきはこの世界ではないの。でも本は、アンドレアス、返却しないと。あるいは大修道院長に4通目を送る？どういうこと？修道士ががっかりするのを見るのは嫌だけど分かったよ。返却せざるを得ないのか。私の目標はアマデア・ラスコの財産を返すことであって、修道士たちの喜びを奪うことではないの。本をちょうだい。ちゃんと、アンドレアス手に本持ってくれ。じゃあ本渡すか。あと一冊しかないわ。そうすればあなたは束縛から解放されるわ。濃い赤の想定。高さ8インチ、幅5インチ、厚さ2インチ。それはなんだい？あれか。外修道書読んでいたやつだ。それはなんだいって一応聞こう。説明は十分でしょ。大きさしか教えてくれない。なぜ教えてくれないのかわからないけど分かった、探すよ。承知した。はい。じゃあ、承知しました。なんか、みんなちょっと意地悪な人ばっかりだな。なんかすごいな、これ。今考えてみると、ガイはこの本を隠すようにいつも触れないようにしてたな。素晴らしい、ここに持ってきて。とにかく、これは何だい？プラス5学んでおけばよかったよ。そういうこと。読めないんだね。今の、アンドレアス君を。これは何だい？なんでそんなに質問ばかりしているの？よこしなさい。
教えてくれてもいいじゃんね。なぜこの本が何であるか教えてくれないんだ？こっちは、そんなに多くの質問はしてないよ。二度同じ質問をしたけど、答えてくれてないじゃないか。ちょっと不満をぶつけてみようか。この、日は何の絵だっけ？論理的ななんとかとかかな。答えを言わない正当な理由があるの。じゃあその理由を教えてよ。はい。3人のフランスの司教がこの本の破棄を命令したわ。すべての写しは燃やされることになった。その作者も同じ運命をたどったわ。まあ、殺されちゃったってこと？なんだって、なぜだ？わからないわ、アンドレアス。司教一人の裁きでさえとやかく言うつもりはないのだから。3人なんてなおさらだわ。司教様の言うことは、絶対なのかな。で、尋ねられる前に答えておくと、私は読んでいないわ。でも、それには愛と理性の対話が含まれている。読んでいないけどなんで知っている？じゃあこの本は危険なんだな。司教たちはいつ命令を？あら、なんか、どうした？急に浮かび上がったけど。200年前。200年前。もういいじゃん、そんなの。なんでまだそんなものが。逆に200年もずっと残ってたってことは、そういうこと？どういうこと？マティアス神父は本が好きだったからよ。あらゆる本がね。それらが全て破棄されるのは嫌だったんでしょう。ああ、なるほどね。一つ目は無謀に聞こえるが、司教様の言うことに逆らっていいのかよと。まあ、とはいえ200年前の話だけど。彼は正しかった。内容が問題だとしても、本を破棄されるべきじゃない。彼に同情するよ。同情するよ。これにしたいけど。まあ、同情しておこう。それはいいけど、マティアス神父はもういないのよ。そうですね。亡くなったって言ってましたね。元修道院長の決定を疑問に思いたくはないけれど、ゲルノット神父は私たちの所有物であると知ったとき、復帰すると決めたみたい。なんでバレたんだ、それが。ちょうどその質問が出てきたね。ゲルノット神父は本がここにあるとどうしてわかったんだい？これね。これにしよう。こっちの選択肢は、本は破棄しないといけないのか？誰もここにあるとは知らないよ。まあ、破棄するだけなら渡したくないな。わかった。ほら、持っていけよ。一番目、これ。なんでゲルノット神父、わかったの？マザー・シシリアが首相だった時に、棚卸し表に口置きを残しておいたのよ。書き置きがあったってことか。それを見て気づいたってことか。渡したくないな。これにしよう。破棄しないといけないのか？誰もここにあるとは知らないよ。いや、知ってるけど。まあ、でも嘘をついてみるか。私は知ってるわ。あとマザー・セシリアとゲルノット神父。そうだね。バレバレだね。しょうがない。持っていきなさい。ありがとう。これが一番よ。なんか、みんな、権力者にこびるな。長いものに巻かれろみたいな。じゃあ渡すか。そうだ、ロート・ボーゲル男爵ね。素早くね、早く追いたいから。彼が大修道院から本を買うと言ったね。どんな本だい？そんな話聞いたっけ？彼は大修道院を訪れてどのくらいになるの？彼は、自然なほどに友好的に見えた。なぜかわからないけど、本当に。彼はヒストリア他市への写しの発見に言及していた。それにいくつかの抽象的な内容があるって。これが、なんだい？彼女は一問しか答えられないかもしれないから、ここは、慎重に考えよう。
どんな本を買うんだい？知らないって言われそうだ。彼は大修道院を訪れてどのくらいに、これは別にいいや。なんか融合的に見えた。わかんないけどなんで。わからん。ちょっとこの具体的な話をあげて、反応を見ようか。また、マーティアス神父が写しを持っていて、その内容を確認するために別の写しを探してるって。このファンについて何か知ってる？聞いたことはあるけど、読んだことはなくて、内容についてもほとんど知らないわ。テーマはかなり広いけど、特に、この土地のローマの占領についてのことじゃない？その何があれほどマティアス神父を動揺させたんだい？ファッシングのローマ人について何を知っている？どっちもわからないな。マティアス神父はなんか動揺したのかな？元大修道委員長の考えはよくわからないわ。彼が高潔で自然的な人であり、時には欠点があることを理解していたわ。大修道院長が自分自身を羊飼いではなく修道士の友人とみなすとき、それは必ずしも好ましくないのよ。マティアス神父よりもゲルノット神父のは好きなの？この本の何かがマティアス神父の美徳をシャドゲに追い込んだの。ちょっとこっちを聞いてみたいな。美徳は瀬戸際に追い込まれた時にのみ見出されるもの。それでなければ美徳は理想に過ぎないわ。おう。だから、その考えにはいい意味もあると言えるかな。これからミサに出かける。手伝ってくれてありがとう、アンドレアス。待って、シャディスナみたいな。どうやって教会まで行くんだ？魔素室への扉はここだけじゃないの。ここは大修道院の一番古い部分よ。古い建物にありがちな秘密の一緒に眠っているわ。ああ、秘密のルートがあるんですね。こんにちは、アンドレアス。神と共にあらんことを。なんだ急にこんにちはって。翻訳がおかしいのか？時間経過した。6時間の鐘だ。もうすぐ修道士たちは夕食を食べる時間だ。夕食の時間になっちゃった。オットーはこの辺にいるかな？まだ自分と一緒に仕事をしたいかどうか確認した方がいい。彼は大修道院の下のゲストハウスで働いていたっけ？今日も謝辞。オットーとエンドリスとの夕食。なんか誘われてた。ね。フィレンツ小修道院長はこの本で何をしてたのだろう。あれ？あ、カーソルマークか。なんでしょうね。内容は何にもないけど、なんか署名みたいなものだけ書いてありますね。五教会大学の図書館のものか。ハンガリーではペイチと呼ばれている。フィレンツの出身地だ。なるほど。フィレンツ小修道院長は、ハンガリー出身なんですね。神学博士、ゲオルク・オブ・グラン。誰だろう？フィレンツの知り合いかな？おっと。なんか、いっぱい書いてあるけれど。あ、こうちょっと色が変わるところですね。ポチッと。アルベルチュス・マグヌスが先生術を擁護した声楽館か。これは、アンドレアスの知識が役に立ったのかな。天文学とか、天地とか詳しいとかでしたからね。ずさんな手書き文字だ。名だたる大修道院が制作したとは思えない。こっちはなんだ？バスタルダ隊だ。ブルグント語か？
フラマン語だ。ここのものでも最近のものでもない。バシュタルダ隊っていうのわかんないし、ブルグント語っていうのも知らないし、フラマン語、全然わからない。でもこれにしてみよう。なんだなんかちょっと変わったのかな。洋館や余白は間違いなくフェレンツの筆跡だ。リーチの大学のために寄付しているのか？個人的に使うために寄付しているのか？将来の読者のために寄付してるのか？さあ、将来のってことはないと思うけどな。個人的に使うものを、ここに置いていく理由もよくわからないが。でも個人的なものかな。いずれにしても徹底した解説だ。さらに書き込んでる。これはどうやら、ここが反転してここにぺったり貼り付いたような気がするけど。なんだこれは。端書きされているようだが、こんなずさんなやり方はフェレンツらしくない。インクを一つ知らない。天秤座に、タジ座に、子羊座か？すべて先生術記号だ。下には何が書かれている？ギリシャ語だ。間違いない。これは、ちょっとギリシャ語わかるからってことなのかな。ギリシャ語を学んでおくべきだったかもしれない。違う。こっちだ。わかる方。ギリシャ語。意味をなしてない。単語ですらなく、文字を寄せ集めてるだけだ。よくそれでギリシャ語ってわかりましたね。何らかの暗号に違いない。鍵はなんだ？待てよ。私が見つけたボルベルにもギリシャ文字が書いてる。関係あるはずなら、どんな関係が？ボルベルの外輪には錬金術の記号が記されているが、この暗号には先生術の記号が記されている。待てよ。そうだよ。先生術記号はそれぞれ4元素の一つに対応してるんだ。あとは、それをボルベルに対応づけていけば、この暗号は解けるはずだ。暗号を解けるはずだってことは、ボルベルのところに行かないといけないのかな。ボルベルね。場所を覚えていないのですが。総修道院長の家。ここだったか。これかな？暗号の星座記号とボルベルの4元素記号の関係が分かったから、フェレンツのメモは簡単に解読できるはずだ。これは、自ら解き明かせと。どうやって見ればいいんだろう。これは、黄色のところに、合わせるのかな？あと、なんだ？このオメガみたいな記号は、なんだい？なるほど。オメガみたいなの、オメガみたいなの、これ。なんか勝手にカーセルが動くんですけど。どういうこと？これはじゃあどうやって合わせればいいの？でもこれか。あとは、この記号は何色だ？緑色？緑色は、アースって書いてあるのかな？これ。アースの、これか。で、ここはファイヤー。次のやつは、どれだ？ウォーターかな？で、これまたファイヤーかな？
ファイヤー。あとは、アース。次もハース。で、一番最後はウォーターか。ほい。溶けたのか。デルハルト。デルハルト修道士のことか。そうだ。偶然ではありえない。なんか暗号が解けた。のか。HAGER、HART。これでデルハルトって読むんですかね。デルハルト修道士は昨年亡くなった。これは彼とどんな関係が？これはアナグラムか。デルハルトの名前を使って。自分の名前を使った略語か？なぜ彼の名前なんだ？略語、もしくはアナグラムかな。並び替えると、なんかできますか？ハリード。ハリーファーディア。G はどこに？うまくいかないですね。そうだ、ヘドックなら知ってるはずだ。示すべき組み合わせが7560通りもある。あ、そうなんだ。論理的に考えると、そういうことになるんだ。1、2、3、4、5、6、7、8、9。9文字。でアルファベットの数。かけるとそうなるのかな。アナグラムではなさそうだ。諦めるか。まあ一応7560通りですけど。片っ端から試してる時間はない。考えてみよう。自分の名前を使った略語か？これ、言ってみるか。略語にしては文字が多いな。そうだね。暗号の中に暗号があるということか。もしそうなら解決につながる鍵が手元にないから別の方法を試さなければ。わからない。こっちだな。考えてみよう。結局こうなるのか。なぜ彼の名前なんだ？それになぜ、HIGER、HIRT なんだ？ギリシャ語はありえない。イタリア人でもスペイン人でも、この名前は聞いたこともない。おかしい。ギリシャ語ではないんだな。そうか。考えてみよう。待てよ。略語と名前の両方かもしれない。なんと？ビルハルドは名前だ。では、HI とは？読めないな。報道イグノタ、ヒンク、落輪前。読めない。なんということだ。もっとずっと単純だ。セット。つまりここに眠る。デルハルト、ここに眠る。これに込められた意味は何だろう。デルハルトが埋葬されている場所を見つける必要があるな。大修道院の墓地から探してみよう。デルハルト修道士は、大修道院の墓地に祀られてるの？祀られてるというか、眠ってるの？じゃあまたちょっと探しに行きましょうか。